皆さん、こんにちは。それでは、今日の授業を始めます。今日は、レッスン1、名作、銀河鉄道の夜に学ぶ星空、星空から天文に親しもうを学びたいと思います。ロマンチック度マックスということになりますけれども、満天の星空を銀河鉄道が旅をする。これは銀河鉄道の夜のロマンチックな物語設定になりますけれども、このロマンチックな物語設定がこれまでたくさんの日本人の心を捉えてきました。実際この銀河鉄道の夜というのは大変有名ですよね。非常に有名な作品となっています。しかしながらその一方で、この銀河鉄道の夜、実は星空と星座を学ぶための入門書にもなっているということは意外と知られていません。これ読むとわかるんですけれども、意外と知られていません。で、そこでですね、この銀河鉄道の夜っていうのは本当は文学とともに星空と星座を学びたいですね。文学とともに星空と星座を学びたい。もしくは、星座は好きなんだけども、実際の星空を見ると、どこにその星座があるのかよくわからないと。多くの方がそうだと思います。僕もそうでした。というわけで、そういう方に、実は銀河鉄道の夜っていうのはおすすめの本だということになるんですね。はい、それではですね、早速これから銀河鉄道の夜を読んで、星空と星座について学んでいきたいと思います。はい、ではですね、この銀河鉄道の夜は星空のどこを旅するの？ここからですね、始めていきましょう。銀河鉄道の夜というのは、宮沢賢治さんの名作で、ジョバーニとカムパネルラがね、登場します。この2人がですね、銀河鉄道に乗り込んでですね、星空を旅をすると、そういう物語になるんですね。で、今回はこの銀河鉄道の夜を通じて星空と星座について学ぶんですけれども、ちょっとその前にですね、この銀河鉄道クイズというのをちょっとやってみましょう。はい、宮沢賢治の名作銀河鉄道の夜は、実際のところ星空のどこを旅するのでしょうか。北斗七星と北極星、天の川、オリオン座。さあ、どうでしょうかね。どうでしょう。はい、どうでしょうかね。宮沢賢治さんの、銀河鉄道の夜は星空のどこを旅するのか。はい、じゃあちょっと種明かしというか説明の方をですね、していきたいと思います。この銀河鉄道の夜の舞台というのはですね、真夏の夜ですね。真夏の夜、人里離れた明かりが少ないところに行くと、見ることができます。東京の明るいところですね、23区とかでは見ることできないんですけども、真夏の夜、人里離れた夜が暗いところに行くと、見ることができます。真夏の夜、暗いところに行きますと、そうですね、ここに書いてありますように、白くぼんやりとしたものが見えます。ちょうどお盆の頃ですね。お盆の頃は、夜ね、星空を見上げると、田舎の中で星空を見上げると、白くぼんやりとしたものが見えるはずです。で、これは天の川と呼ばれるものです。教科書にはですね、こんな風に書いてありますけども、これが天の川と呼ばれるものです。で、教科書図11の図の実写版がこれになりますね。この白いのがですね、天の川とですね、いうことになります。夏に、お盆の頃はね、8時、9時ぐらいになると、こんな風に天の川が見えるかと思います。はい、この天の川ですね、後でやるんですが、織姫や彦星が出てくる七夕伝説にもですね、天の川は出てきます。ね、というわけで、この天の川はですね、この七夕の物語に大きな役割を演じています。で、実はですね、この銀河鉄道の夜でもですね、この天の川が重要な役割を演じます。実はこの銀河鉄道というのは、銀河鉄道の夜というのは、これ銀河というのはもともと天の川のことなんですけども、銀河鉄道といったものは、この天の川に沿ってね、だから天の川銀河に沿って実は旅をしているということになります。というわけで、宮沢賢治の銀河鉄道の夜というのは、実はこの天の川ですね、天の川に沿って、旅をする物語。だから銀河鉄道という名前がついていると、そういうことだったんですね。ということになります。
はい、というわけでですね、銀河鉄道の夜というのは、ジョバーニとカンパネルラを乗せた銀河鉄道が天の川を旅をする。そういうですね、非常にロマンチックな物語設定だということになります。はい、それでは次にですね、この銀河鉄道が旅をする天の川、その正体をですね、考えていきたいと思います。で、実は銀河鉄道の夜はですね、まさにこの天の川の正体の問いかけですね。そこから始まるんですね。こちらは銀河鉄道の夜の冒頭の文です。午後の授業。読んでみますね。では皆さんは、そういうふうに川だと言われたり、父の流れた後だと言われたりしていた、このぼんやりと白いものが、本当は何かご承知ですか？このようにですね、天の川に対するその正体の問いかけから始まるんですね。で、その答えもですね、この銀河鉄道の夜の中にあります。はい、このぼんやりと白いものの正体。それは、このぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に見えるのです。ジョバンニさん、そうでしょう？はい、というわけで、天の川、これですね。これなんで白いのかというと、これは実は、たくさんの星の集まりですね。たくさんの星の集まりを遠くから見ているので、こんな白く天の川のように見えるということが書いてあるということになります。はい、ということなんですね。というわけで、こんな感じで、天の川の簡単な説明が、銀河鉄道の夜に書いてあるんですけども、他にもね、いろいろ星座が話が載ってますね。はい。というわけで、ちょっと補足しておきますね。天の川、どれくらい星があるかということなんですけども、大体2000億程度、数千億程度ですね。数千億、2000億程度の星が集まってできているというふうに、考えられています。はい、じゃあ、さらにですね、天の川について詳しく学んでいきたいと思います。今、この天の川、白くぼんやりとした天の川がですね、数千億の星の集まりだということを紹介しましたけども、その星の集まりといったものは漫然と散らばっているわけではないんですね。実はこれらの星々はですね、この写真のように銀河と呼ばれる天体を作ります。これは私たちのお隣のですね、銀河のアンドロメダ銀河ですね、という天体でありまして、カシオペア座のそばに肉眼で、空が暗いところに行くと見ることができます。で、これは、アンドロメダ銀河で私たちのお隣の銀河なんですが、じゃあ、天の川は何と呼ばれるかというと、私たちが住んでいる天の川は、天の川銀河というふうに言います。ね。だからこれ天の川銀河なんですよね。天の川銀河、もしくは銀河系というふうに言います。よろしいでしょうか。私たちが住んでいる銀河は、天の川銀河、もしくは銀河系と言って、お隣の銀河はアンドロメダ銀河になると。で、これと同じような形をしているというふうに考えられています。はい。それでですね、私たちの銀河、これ写真撮った人いないんですけども、私たちの銀河、銀河系、天の川銀河も、このアンドロメダ銀河と同じような形をしているというふうに考えられています。それで、これがですね、私たちの銀河系、アンドロメダ銀河系、もしくは天の川銀河と同じとしてちょっと考えていきたいと思います。そうするとですね、太陽、地球というのは、この天の川銀河、の中にあるんですね。この中にあります。で、そうするとですね、この天の川銀河の中にいる、地球か、から夜空を見るとどうなるかと。そうすると、この円盤に沿ってですね、天の川がよく見えるということになります。この円盤に沿って。で、それがこれです。だから私たち実は天の川の中に住んでるので、これも天の川、これも天の川なんだけども、特に円盤に沿ったところが、天の川が濃くなって見えていると。これが天の川ということになります。それとあともう一つですね、私たちはこの天の川銀河の中にいるわけですが、この円盤の特にこの中心部分ですね、ここが一番明るくなっています。だから地球から見てこっちが一番天の川濃いんですけども、それがここになります。ね、ここら辺になります。で、ここが夏休みですね。お盆の頃、よく見えると、ねいう感じになります。お盆の頃よく見えるのが、これですね。ここら辺が天の川が一番濃くなっていて、
天の川銀河の中心方向ということになります。はい、じゃあ次にですね、銀河鉄道の夜をですね、読み進めていきたいと思いますけれども、銀河鉄道の夜の方ではですね、この後ですね、宇宙に旅立つんですね。ジョバーニがですね、銀河ステーションと呼ばれるところから、宇宙に旅立ちます。ちょっと読んでみますね。するとどこかで不思議な声が、銀河ステーション、銀河ステーションという声がしたと思うと、いきなり目の前がパッと明るくなって、気がついてみると、さっきからゴト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 、ジョバーニの乗っている小さな列車が走り続けていたのでしたと。こんな風にしてふと気づくと、なんか宇宙にいるとね、いう感じで、はい、これで銀河鉄道に乗って宇宙の旅が始まります。